どうも、ひなせたよりです。たよりさんと学ぼうということで、これから様々なテーマについて一緒に学んでいきたいと思います。第1回目のテーマは、ビジネスメールを書く上で押さえておきたいことについてです。4月から新社会人になられる方もたくさんいらっしゃると思いますので、新社会人になる前の準備として一緒に学んでいきましょう。まず最初に TO、CC、BCC についてです。なんだか英語がいっぱいでわけがわからない。それぞれどういう意味なの？言われてみれば違いをはっきり理解できてないかも。という方はそれぞれの違いについてしっかり覚えておきましょう。TO についてです。TO というのはメインの宛先のことです。メールを送りたい相手をこの TO 宛先の欄に入れます。ここでは送りたい相手ということなので、1人であればその1人のメールアドレスを、複数であればそれぞれのメールアドレスをすべて入力しましょう。次に CC についてです。これはいわゆる写し、複写のことです。先ほど TO は送りたい相手とお伝えしましたが、 CC の場合は直接ではないけれど確認のため見ておいてもらいたい相手や、同時に報告しておきたい相手がいる場合に使用します。進捗状況を共有しておきたい相手、例えば上司や同じプロジェクトを進めている人が当てはまるかもしれません。最後に BCC についてです。BCC に入力したメールアドレスは TO や CC、 そして BCC の他の受信者の方には見えません。つまり BCC は他の受信者を知られたくない場合や、受信者のメールアドレスがわからないようにしたいときに使います。面識のない複数の相手に送りたいときは BCC が適切ですね。まとめです。 TO はメインの宛先、 CC は直接的ではないが内容を共有したい相手に送りたいとき、 BCC は CC と同じくメールを共有したいが受信者が誰なのかや受信者のメールアドレスを知られないように送りたいときに使います。それぞれ使い方を間違えてしまうとトラブルにつながることもあるので、しっかりと違いを覚えておきましょう。次に宛名についてです。宛名を書くときに音中と様のどちらを書けばいいのか悩んだことはありませんか？使い分けについて説明します。音中は宛名が特定の個人以外の場合に使います。例えば何々株式会社や何々市役所など、企業や観光庁、団体などが当てはまります。様は個人が特定できており、個人を宛先にしたい場合に使います。何々会社何々課の〇〇様のような場合です。ここで気をつけておきたいことについてです。一つ目は連名の時です。連名の時はそれぞれの人に対して様をつけます。二つ目です。個人名の後に役職名がつく時には様をつけません。〇〇部長や〇〇課長、〇〇先生で OK です。ただし何々部長〇〇様のように役職名を個人名の前に書く場合には様をつけます。私はこちらの書き方の方がおすすめです。3つ目です。継承の併用はしません。例えば何々会社音中ご担当者様のように音中と様を使うことです。ビジネスメールでは原則音中か様のどちらかだけにしましょう。そしてビジネスメールでは各位という言葉を使うことがあります。各位とは複数の人に対して敬意を表す書き方です。各には
大勢や皆という意味があり、いには様という意味があります。そのため、何々各位様や何々様各位と書くと二重敬語になってしまうため、様は必要ありません。まとめです。音中は個人が特定できていないとき、様は個人が特定できているとき、各位は複数人に対して送りたいときに使います。今回はビジネスメールを書く上で押さえておきたいことについて学んでいきました。社会人として失礼のないメールの送り方を身につけましょう。私自身も相手に失礼のないように気をつけたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。おつぽかでした。またね。